皆さん、こんにちは。藤井です。今日はタメ口動画です。知らない人とか偉い人と話すときに使う敬語ではなくて、友達と話すみたいなカジュアルな話し方ね。はい。何の話をしようかなって思ったんだけど、私が最近買ったものについて話そうかな。みんなのことを友達だと思って、私が最近買ったものの話するね。私、あんまり物をたくさん買う方じゃないし、そんなに高いものも買わないのね。というか、買えないって感じなんだけど、結構この年齢になると、みんなブランド物のバッグとかお財布とかを買ってたりするんだけど、25歳、30歳の記念にとかね。でも私はあんまりそういう高いバッグとかアクセサリーとかが欲しいって思わなくて、今はね、将来はわかんないけど、10年後とかブランド物大好きになってるかもしれないけど、未来は誰にもわからないからね。そう。誰かからもらったらもちろん嬉しいんだけど、自分で買うかって言われたら、って感じ。そのお金があったら別のことしたいって思っちゃうかも。でもそもそも昔から人よりも物欲が少ない気がする。物欲っていうのは何かが欲しいっていう気持ちのこと。あのバッグが欲しいとか、あの靴が欲しいとかね。欲は食欲とか睡眠欲とかにも使われる漢字なんだけど、願う、欲しがるみたいな意味だね。そう。私はあんまり物欲がなくて、誕生日とかに何が欲しいって聞かれた時に自分でもわかんないんだよね。同じ人いるかな？すごい小さい時は欲しいものがあったと思うんだけど、あのおもちゃが欲しいとかね。途中から多分小学生ぐらいから家族からの誕生日プレゼントももらってないんだよね。今は欲しいものないからいらないって言ってた気がする。何にお金を使うかって人それぞれだと思うんだけど、私は物よりも経験にお金を使いたいタイプかな。旅行とか行ったりとか、音楽フェスに行ったり、陶芸したりとか。そうじゃなくて、物にお金使いたいって人もいるよね。服とか、アクセサリーとか、フィギュアとか、コレクションしたいみたいな人も結構いるよね。時計とか、車とか。最近は日本ではガチャガチャがすごい流行ってたんだよね。カプセルトイってやつ。ゲームセンターとかにあるんだけど、500円とかを入れてハンドルを回すとカプセルに入ったおもちゃとかキーホルダーとかが出てくるっていうやつ。多分もともとはアメリカとかのハンドル回すと丸い色のついた
ガムが出てくるやつが日本に来たんじゃないかな。そう。私が子供の頃からガチャガチャはあったんだけど、最近すっごい流行ってたんだよね。ガチャガチャって出てくるおもちゃが何パターンかあって、ランダムで出てくるみたいな感じだから、全種類コンプリートするためにみんな何回も回すんだよね。ガチャガチャ専門店、ガチャガチャがいっぱい置いてあるお店もできたりしてて、すごい人気だなと思う。可愛いやつがいっぱいあってやりたいなって思うこともあるんだけど、出てきたおもちゃをどこにしまえばいいかわからないからやらないんだよね。私は本当に整理するのが苦手だから、いっぱい集めてもこれどうしようってなって、最終的に部屋の隅でほこりかぶってるのが想像できるから捨てる。そう。経験にお金を使う派か、物にお金を使う派かって話。みんなはどう？まあ私も衝動買いとかしちゃう時もあるんだけどね。なんか突然これ欲しいってなって、高くても値段も気にせず買っちゃうみたいな時もたまにあるね。うん。はい、じゃあ最近買ったものを紹介していくね。まずこの白いシャツ。これはザラのシャツ。セカンドストリートっていうリユースショップっていうのかなで買った。古着屋さんみたいな感じのお店。自分で服を売ることもできるし、買うこともできるの。誰かが売った服をね。セカンドストリートはいつもセカストって私は呼んでるんだけど、セカストはすごいたくさん店舗があるのね。なんか本当にどの駅にもあるの。それは言い過ぎなんだけど、有名な駅には大体あるって感じ。で、古着屋さんだから置いてある服が店舗によって違うでしょ？それが面白くて、どこかに出かけたらそこのセカストに寄ってるんだよね、最近。このシャツは確か2000円ぐらいだったんだけど、何にでも合わせやすくて気に入ってる。ちょうどこういう白いシャツ探してたから買えて満足。はい、次。これ。テレっていうアーティストのタオル。見えるかな？この間フェスに行ってきたのね。ビバラロックっていう音楽フェス。そこで買ったタオル。なんかフェスに行くときってだいたいタオル持っていくじゃん。暑いから汗かくし、タオル回してって言われたときに回したいし。なんだけどその日タオル持っていくの忘れちゃったんだよね。だからその場で買った。他にもそのフェス全体のタオルとか他のアーティストのタオルとかも売ってたのね。でもテレの曲は好きでもともと聴いてたし、このタオルのね色合いが可愛すぎて
これにした。薄紫とピンク。最近ピンク好きなんだよね。春だからかな。あとちょっと脱線しちゃうけど、フェスはね本当に楽しかった。やっぱり普段一人で家とか電車の中とかで聴いている音楽を何百人の人と一緒に聴くっていうのはすごい楽しいよね。全然知らない人なのに同じ音楽を楽しんでるっていうだけで、なんだろう、一体感が出る感じがすごく好き。あとフェスはいろんなアーティストが出るから、自分が好きなアーティストのライブを楽しむだけじゃなくて、新しい出会いがあるんだよね。初めて聞いたけど、この人たちの歌めっちゃいいなみたいな感じでね、もっといろんな音楽聴きたいなって思ったし、どのバンドもドラムがかっこよすぎて、私もあんな風に叩けるようになりたいって思った。次は夏フェスに行く予定があるんだけど、めっちゃ楽しみ。暑くて死んじゃうかもしれないけど、暑さ対策しっかりしていきたいね。はい、次。これは今日紹介するものの中で一番高いかも。香水。これすっごくいい匂いなの。ディプティックっていうブランドのパピエっていう香り。白い紙にインクが染み込む様子をイメージして作った香水らしい。パピエってフランス語で紙って意味なんだってね。すっきりしてるんだけど、ちょっとおっていう感じも感じる。匂いの説明って難しいね。とにかくおしゃれな感じの匂い。ディプティックの香水って全部いい匂いなんだけど、私は特にこれが好きだった。最近って言っても2、3ヶ月ぐらい前なんだけどね、買ったの。まだ最近だよね。値段はね、確か2万円ぐらいだったかな。私にしては高い買い物したって感じ。すごいお気に入りなんだけど、一つ問題があって、私喘息なのね。喘息は喉の空気の通り道が狭くなって苦しくなったり、咳が出たりする病気。そんなにひどくないんだけど、香水をつけると苦しくなるの。調べたら、香水とかの匂いが強いものは喘息が悪くなる原因になるみたいなんだよね。でももう買っちゃったし、いい匂いだから使いたいしと思って苦しくなりながら使ってる。多分やめた方がいいんだけどね。はい、次はね、物じゃないんだけど、音楽のサブスクリプション。私はずっと Spotify の無料会員だったのね。無料だと広告が流れてくるし、シャッフル再生しかできないんだよね。だから自分の好きな順番で曲が聴けないの。で、ずっと私は無料会員でやってたのね。
無料でも十分使えてたから。でも最近ちょっと広告が増えたし、長くなってきたのね。だからそろそろ有料にしようかな、お金払おうかなって思ったんだよね。そんな時に前ちょっと話したんだけど、花っていうアーティストにハマったの。で、Apple Music でね、花がポッドキャストやってるんだけど、それを聞くには Apple Music に入らないといけないんだよね。だから Apple Music に入った。まず花のポッドキャストは最高。そして広告がないのも最高。自分の好きな順番で再生できるし、正直もう無料会員には戻れない気がする。快適すぎる。日本では Spotify か Apple Music のどっちかをみんな使ってるんだけど、私の周りは Spotify 派、Spotify を使ってる人が多い気がする。みんなはどっち派？他の国だとこの2つ以外が有名だったりするのかな。はい、今日は私が最近買ったものについてお話ししました。どうだったかな？ちょっと需要あったかわからないけど、私は楽しかった。タメ口の動画はね、定期的に撮っていきたいな。みんなも最近買ったお気に入りのものがあったら教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップを始めました。もし応援、サポートをしてもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。